BTS とストレイキッズコラボできるとしたらどちらとしたい？究極の2択にネクスジの回答は、二次プロジェクト2のファイナリストで結成され、現在デビュー準備中の20の弟分ボーイズグループネクスジ。推し学では二次プロジェクト2をリアルタイムで追いかけてきたので、ネクスジのデビュー超楽しみにしています。準備期間中に時々見せてくれるメンバーのお姿やダンスパフォーマンス、もう実力もすごいし、なんせ美女の進化が著しくて、どうなってしまうのこの子たちとドキドキしながら手話デビューを待ち望んでおります。そんなファンにはありがたいコンテンツ、デビュー前のネクスジが出演する単独リアリティ番組デビュー準備クラスクラブネクスジがスタートしました。第1話ではなんと大勢の記者からインタビュー。果たしてネクスジは立派に受け答えできるのか。第2話の番組の冒頭、何も知らないメンバーたちがとある会場へ連れて行かれます。さっそうと車から降りてきた7人。まずですね、そのビジュアルがとてつもなく神がかっているんです。声だけでもかっこいいのに、ただ歩いているだけでキラッキラのオーラを振りまいています。そしてネクスジの巨大看板を発見して歓喜する7人。巨大看板を見て、俺イケメンだな、と自分で言っちゃう。これにはメンバー全員が驚き、自分で言うな。確かにそうだけど、と大爆笑。今まで智也は自分で自分をかっこいいと言っていたけれど、優が自分をかっこいいと言ったのはお初かも。あざっす。自分でそう言ってしまうのも納得の顔面国宝優。富安優、本当に美人すぎて、インスタに上がっているお写真すら直視していいものなのか悩みます。そして言うだけではなく、ネクスジメンバー全員がオーディション初期と比べてものすごい美女変をしているんです。東京オーディションの時と現在を比べてみると約2年という短期間でこの垢抜けっぷりはえげつない。成長期ということもありますが、中学から高校の年頃の男の子の変化にはびっくりですよね。背も高くなり全体的に丸みがあった輪郭がシュッとして、韓国メイクもプラスされたことで一気に芸能人顔に。ネクスジ全員が垢抜けたのはもちろんですが、特にユウキとソボンの2人の美女変は2度見3度見してしまうレベル。人ってこんなに変わるものなんですね。素朴な少年だったのに少し寂しい。こんな素晴らしい原石を見つけたパク・ジニョン PD を心から尊敬します。特にユウキは東京オーディション当時14歳だったこともあり、身長も10センチ以上高くなったとか。今は他のメンバーと並んでも身長差がないように思えます。いやユウキくん、ニジプロシーズン1の素朴な少年はどこに行ってん？この足の長さ、顔立ちも垢抜けすぎです。ユウキといえば、ニジプロ2の第9話、ファイナル審査でストレイキッズのプロデュースメンバー、スリーラチャ様たちがそれはありがたい。感謝還暦の特別審査員として出演してくれた際、ハンとバンちゃんをユウキのその透き通った歌声で大絶賛させた逸材ちゃん。さすが最強マンで、かっこいい姿もたくさん見たいけれど、バブちゃんな姿もずっと残していてほしい。芸能人オーラを振りまきながら会場へ到着したネクスジですが、会場で待ち構えていた大勢の記者とフラッシュの嵐に現状を理解できず目が泳ぎおどおど焦る姿が初々しくてめちゃくちゃ可愛い。デビューしたらこんな感じで会見するのかと思うと想像するだけで楽しみですよね。そして偽の記者からの模擬記者会見が始まります。面白いコンテンツを思いつくの全く、いろいろな質問をこなす中、記者からの要望でパク・ジニョン PD のシグネチャーポーズを求められた7人。シグネチャーポーズが何なのか誰もわからなくて思考停止している姿は、表情もあどけなくて見ているこちらも笑顔になってしまいます。ちなみにシグネチャーポーズとは、この人といえばこのポーズのように、いわゆる決めポーズのようなもの。記者から求められたパク・ジニョン PD のシグネチャーポーズの正解はこちら。はい。テストに出ます。失礼ながら笑ってしまった方も多いかと思いますが、大真面目でお伝えしております。パク・ジニョン PD のシグネチャーポーズ、知ってましたか？モニターに映し出された正解画像を見て、メンバーは大爆笑ながらも挑戦、戸惑いながらもポーズを決めるネクスジの7人。めちゃくちゃ可愛い。パク・ジニョン PD といえば JYP ファミリーからいじられ放題な姿も JYP フペンの大好物。TWICE、スキズ、イッチはもちろん、NMIX のソリュンちゃんまでもちぼりことパク・ジニョン PD をいじる様子が最高すぎたので、こちらで総編集をお届けしております。ネクスジのもちぼりいじりが見れる日もきっと近い。というかこの記者会見を見る限り、周りがそうさせていくな。みんなでわちゃわちゃ恥じらう姿も、いつものかっこいいネクスジと違って微笑ましい。
フレッシュな魅力が溢れていて、シグネチャーポーズもしっかりできてます。これから作られるであろうネクスジのシグネチャーポーズも楽しみ。記者たちからの質問が飛び交う中、驚くのはネクスジの韓国語の上達スピード。ネクスジを体で表してください。ネクスジのビジュアルメンバーは誰ですかなどきちんと言葉を理解して質問に答えている姿がすごい。日常生活でも全く困らないレベルまで韓国語が上達しているようです。悩みながらもネクスジを体で表現した7人。あれ、これがシグネチャーポーズ。記者からの質問にもだんだん余裕を持って返答し始めたネクスジ。しかしそこへ記者からとんでもない質問が。そうです。あれです。BTS とストレイキッズコラボしたいグループを選んでください。おお、これは究極の質問。ワールドクラスの BTS、会社の先輩のストレイキッズの2択に悩みざわつくメンバー。なんて答えるのねえなんて答えるのとこちらまでドキドキして見ていると、そこでリーダーともやが自らマイクを取った。無条件でストレイキッズ先輩です。と言い切るともや、かっこいいぜ。この状況でメンバーフォローができるともや最高すぎませんか。無理難題な質問も乗り越え、会場からも拍手喝采。さすがネクスジのリーダーです。ともやは以前インタビューで事務所でストレイキッズから声をかけてもらったと嬉しそうに話しており、ストレイキッズ先輩と練習室でお会いしたのですけど、その時合格おめでとうとお祝いしてくださって嬉しかったです。そうだぜともや。そのストレイキッズ先輩たちと絶対にコラボしてくれ。 JYP ファミリーは多大のグループの MV に JYP のアイドルが出演したり、コラボに積極的な事務所で20の韓国デビュー曲ハートリスにはストレイキッズのフィリックス大天使先輩が出演してくださりました。マジ神。ネクスジとキッズを同時に見れる未来にも超期待です。ちなみに BTS のジョンブクに似ていると言われ、自身も BTS の大ファンのユウ。プロフィールでもロールモデルはジョンブク先輩と書いていたユウ。司会者にファンを辞めたんですかといじられるも、それがリーダーの選択だからとリーダーを尊重して照れながら言う姿がいつものクールな美女タンユウのイメージと違って可愛らしい。いつかストレイキッズとも BTS とも両方とコラボレーションしてほしいです。ネクスジの模擬記者会見いかがでしたでしょうか。予想外の質問にも7人で相談しながら受け答えする姿。難しい質問にはリーダーともやが進んで答える姿から、7人がいいグループに成長中なのが伝わってきます。デビュー準備クラスクラブネクスジでさらにトーク力や美女が磨かれ、満を持してデビュー発表が来るのではないかとドキドキ。今後もネクスジの行動から目が離せません。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。